皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。地上波のテレビ放送においては大きな出来事しか戦争が起こっているにもかかわらずあまり取り上げては触れません。現在ウクライナはロシア側に進撃し、クルスク州において制圧地域を拡大しています。このことについてはさすがに大きな出来事なので、地上波のテレビニュースでも取り上げるのですが、残念ながらその詳しいことについてはやはり報じてはくれません。このチャンネルでぜひともそうした報じられていない部分についての情報を更新していってください。それでは地図を使いながら戦況解説を行っていきます。こちらの地図は戦争研究所の発表しているもので、赤く塗られている部分がロシア軍の占領しているウクライナ領です。現在ロシア軍はウクライナ東部における攻勢を仕掛けており、ウクライナは防衛戦を続けています。一方、東部戦線から離れて北側においては、クルスク州にウクライナ軍は進撃し、制圧地域を拡大中です。ロシアは自国領にウクライナ軍が逆侵攻してくるとは考えておらず、この地域に配置されていた部隊は明らかに戦う意欲の低い人たちでした。そのため多くの捕虜が発生しています。ウクライナ軍の進撃があまりにも早かったがために、この周辺では本来であれば前線を送られることのなかったはずの徴集兵の人たちも多く駆けつけています。そして周辺においては、ここが戦闘地域になるその危険性から多くの避難民が発生しています。現在のところ公式には12万人以上と言われており、これがさらに18万人へと増加しているところです。この事態に対応するため、ロシアが打ち出した政策があります。それが、クルスク州における避難民、これらの人たち、希望すれば、ウクライナ南部、マリウポリなどの占領地に入植させようという計画が示されたのです。現在、ロシア軍が占領しているウクライナ南部においては、町を瓦礫にした後に改めて住宅を建設し、そこにロシア人を入植させるという政策が進められています。これによって、その土地にはロシア人ばかりという状況を作り出すことによって、もともとそこに住んでいたウクライナ人の声をかき消そうとしているのです。続いてクルスク戦役の戦況を見ていきます。水色に塗られている部分がウクライナ軍が占領しているロシア領です。ロシア軍がウクライナに侵略し占領している地域をロシア領だと併合しようとしています。一方においてウクライナ軍がこの占領している地域はウクライナに飲み込もうとしているわけではありません。ゼレンスキー大統領はこの進撃によって得た制圧地域をロシア軍との干渉地域にするという話をしています。ウクライナ軍がクルスク州に入って1週間以上が経ち、それなりにロシア軍の部隊も集まっているのですが、なおもウクライナ軍はじわじわと前進を果たしています。現在のところ制圧82集落、制圧面積は1150平方キロメートルだそうです。そして制圧したスジャにクルスク州における軍司令部を設置し、ウクライナの報道機関だけではなく他の国の報道陣についても招き入れてスジャの今を伝えています。今回スジャの町に入ったのはイタリアの報道だそうです。現地の人たちにも話を聞いており、町で略奪や虐殺などは起こっていないことを話しています。町の中の様子においても破壊されているロシア軍の車両などはあるのですが、町そのものに大きな戦闘の傷跡は残っていません。なぜ制圧し終わったばかりの町にウクライナが報道陣を招いているかといえば、それはロシア軍との違いを明確化するためです。2022年、ロシア軍によるウクライナ侵略は占領した地域においてロシア兵による一般市民に対する虐殺、拷問、家財の略奪など戦争犯罪が次々と行われました。そうしたロシア軍とウクライナ軍は違うんだということを第三者の目に伝えているわけです。同様に国連の機関やもしくは人道支援団体などについても順次受け入れると発表しています。そして現在ウクライナ軍が攻略に取り掛かっている集落がコレノバです。町の三方をすでに包囲している状態であり、ロシア軍に一方向だけ退路を残した状態です。全体的に士気の低い部隊が多い中において抵抗しているということは、ある程度戦う意思はあるということでしょう。ですから完全包囲して必死にならせるよりも、退路を残した状態で締め上げるという方法をとっているのでしょう。現在のところ援軍が間に合う様子はなく、コレノバの陥落は時間の問題だと言われています。そして
次にウクライナ軍がどの地域において占領地域を伸ばそうとしているか、その意図が見えています。青い線で横切っている線を1本引きましたが、これはざっくりとした川の流れだと思ってください。そこに赤い丸をつけましたが、これはウクライナ軍の攻撃によって橋桁が落ちているところです。これもうちょっとわかりやすい地図を使いましょう。この緑で塗られている部分は川で隔てられたロシア軍がまだ健在な土地です。しかしそこに赤い丸が3つ付けられています。これは橋の位置でこの3つの橋を使って北側へと往来することができます。逆に言えばこの3つの橋を落とすことができれば、この緑色の部分は援軍が来ることも難しくなるし、物資の補給も困難になることを意味しています。ウクライナ軍は橋に対する攻撃としてハイマースによるミサイルを使ったようです。場所によっては自走砲による砲撃も届き始めるかもしれません。完全に橋桁が落ちたところでは大規模な工事をしない限り復旧することは困難でしょう。このようなことから川にかかっている橋3つを落とすことによってこの地域にいるロシア軍の部隊に対して圧力をかけてさらに600平方キロ27集落を制圧しようというのが次のウクライナ軍の狙いだと私は見ています。続いてクルスクの戦い、その最初の一撃についての動画が公開されています。昔はロシアとウクライナとの間には往来があり、道もつながっていました。ですから検問所が現在でも存在しています。もちろん往来ができないようにバリケードや守備部隊が配置されており、現在では往来はできていません。そこをこじ開けるのに、ウクライナ軍は一斉攻撃を仕掛けました。建物はあっという間にボロボロとなり、守備のため置かれていた部隊は戦意を失っていきます。生き残った兵士たちは白旗を上げてドローンに手を振りました。この後、生き残りの兵士たちは建物から出てきて、全員がウクライナ軍の捕虜となりました。そして検問所を確保したら、あとは一気にクルスク州へと戦車や装甲車がなだれ込んでいったというわけです。また、このような検問所がないようなところにおいては、ロシア軍も対戦車地雷を仕掛け、戦車号なども配置してありました。しかし、それらについても準備万端整えていたウクライナ軍は、地雷原を一気に爆破し、クルスク州へとなだれ込んでいったのです。今回取り上げるべきポイントとしては何といってもウクライナ軍が橋を落としにかかり始めたことでしょう。橋を落とすことができればそれに伴って援軍の往来もできませんし物資の補給も一気に困難になります。川幅は50メートル程度だそうなので仮設の橋を架けるなりボートを使うなりしてある程度の物資を渡すことはできるでしょう。しかし戦車や装甲車を渡せるような仮設橋となるとがっちりと組む必要がありそのようなものは偵察によってすぐに判明射程圏内に入ればすぐさま砲撃を受けて破壊されてしまいます。そして退路を断たれるであったり補給線が途切れた部隊というのは非常に脆くなるものです。それは今の陣地に物資がある弾薬があるといった問題ではなく今後どうなるかという面において人間の心が壊れていくからです。すでにクルスク州においてはこれまで多くの捕虜が発生しました。これらの人たちがそもそも戦う気力が非常に低いといったこともあるので条件が悪化すれば今回取り上げた地域におけるロシア兵も非常に抵抗力は弱くなることが期待できるわけです。ただし橋を落としたんだからその先に進めなくなるじゃないかといったことも考える方はおられるでしょう。それは確かにその通りなのですが同時にクルスク州に入ったウクライナ軍すでに1週間以上が経ってロシア軍の部隊も各地から集まりつつあります。ですから守るべきポイントと攻めるべきポイントはある程度分けていく必要があります。川を使って防御するというのは非常に有効な手段です。簡単に戦車や装甲車といったものが突撃してくることもありませんし、歩兵だけで川を渡ってこようとすれば遮蔽物がありませんから簡単に見つかってしまいます。実際東部戦線や南部戦線においても川を挟んでの戦いといったものが非常に長期化しているところがあります。これはどうしてもお互い睨み合っている状態で川を渡っての戦いというものは非常に困難なのです。ですから今回提示した500とか600とかそのぐらいの地域については一旦占領し川を使って防御を固めその他のところでの戦いをウクライナ軍は考えているでしょう。そしてウクライナ軍の主力が向く先なのですが当初はクルスク州の州都クルスクやもしくはクルスク原子力発電所に向くのかなと思ったのですが現在のところロシア軍の守りもある程度固まりつつあるので
ウクライナ軍は激戦を避けてそちらには向かわない可能性も出てきています。現在制圧している地域が1150平方キロメートル、ソ連プラス500とか600平方キロメートルを付け加えて、ある程度の要塞陣地化を進めるというのも一つの手でしょう。というのも、今回冒頭の戦況地図の時にも言いましたが、東部戦線においてはロシア軍の攻勢は続いています。ある程度の援軍を振り向ける必要性を考えれば、クルスク州における戦い、どこかの地点においていかにして守りやすいところまででとどめるかというのも一つの考え方としてはあるからです。これがアメリカ軍であれば、クルスクでも戦うし、東部戦線でも押し返すし、なんだったらクリミア半島中ほどに上陸作戦もするといったロシア軍コテンパンにするような作戦もできるわけですが、ウクライナ軍は手持ちの戦力の中でやりくりしなければなりません。ですからクルスク州における制圧地域、今の2倍ぐらいになれば大成功だと評価できると私は思います。さて、少し話は変わってアメリカにおける動きも少しご紹介しておきましょう。バイデン大統領の残り任期もわずかとなったわけですが、そのバイデン大統領が新たな支援策について検討しているとアメリカの政治ニュースメディアであるポリティコが報じていました。バイデン大統領が何を検討しているかといえば、それはイギリスやフランスが供与したような巡航ミサイルをウクライナに供与することを検討しているというのです。すでにアイマース用のエイタクムスミサイルを供与し始めているのに、ちょっと不思議だなという気もするのですが、アメリカの供与を検討している巡航ミサイルにはエイタクムスを超える射程距離があります。現在アメリカ軍が調達している巡航ミサイルの射程距離は900キロあります。エイタクムスミサイルの3倍もありますから、ロシアのかなり奥ほどまで攻撃することが可能となります。だからこそポリティコがバイデン政権がそのようなことを検討していると報じるのはちょっと奇妙にも思いました。とするんであれば、まずは供与しているエイタクムスミサイルによるロシア本国領への攻撃を許可するべきだろう。まずはそれができれば、ロシア軍の空軍基地に対する攻撃をさらに激化することができるわけで、そっちの方を先にしてほしいものです。ただ同時に巡航ミサイルを供与するんではないかといった話は、もしかしたらドイツに対する突き上げも含んでいるのかもしれません。現在のところ、ウクライナに巡航ミサイルを供与しているのはイギリスとフランスです。それ以外に巡航ミサイルを保有している国、ドイツが何度となくこれまで検討しつつも、ウクライナへの供与は最終的には決断してきていませんでした。バイデン大統領としては残りの任期のことを考えると、もう一つ二つ決断するのが限界でしょう。ですから、ウクライナにアメリカ製の巡航ミサイルを供与し、それに伴ってドイツに対しても、もうアメリカもやったんだからドイツもどうだというような話をするのかもしれません。このあたりはかなり希望的観測というやつです。しかし、アメリカ製である F16 戦闘機のウクライナ供与が決まって、実際に引き渡しも始まっているわけです。この F16 戦闘機にアメリカ製の巡航ミサイルを積んで使わせるというのは、支援のあり方としては十分大きな力となります。ロシア軍がまだまだウクライナ侵略を諦めていない以上、さらにロシアに大きな打撃を与えるような軍事支援が必要なのは明らかで、バイデン大統領は検討だけではなくさらなる決断をしてほしいものです。もちろん日本も他人事ではなく、せめて防空兵器だけでも良いからウクライナに供与してほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録して様々な情報更新にこのチャンネルの動画をお役立てください。そして情報の整理整頓や更新に役立ったなと思われる方はぜひとも他の方にこのチャンネルを勧めたり、スーパーチャットで応援してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。